天野さんは、本当に剣道、防具、剣道具全般に非常に詳しくて、こだわりが非常に強くて、本当に、剣道具が好きなんだなというふうに思いますし、久しぶりにお会いできるということで、大変楽しみにしています。改めましてよろしくお願いします。お願いします。いや、なんか改めるとちょっと緊張しますね。そうですね、なんかそのね、ネットで売ってるっていうことはずっとその知り合った当時から聞いてて、はい、で今回こうやって仙台に出されたっていうので、じゃあちょっと見てみたいなと思って、かっこいいし、いやこれだけ防具揃ってると思わなかったんで正直。自分も武士道を始める前に剣道具買おうとした時に、やっぱりいろんな防具屋さん回んなきゃいけなかったっていうのがすごい辛かったというか、大変だったので、だったらもう一つこういう場があれば、いろんな店舗さん回んなくても比較検討できるよねっていうようなコンセプトでもともと作ったので、やっぱり防具の数にはこだわりたかったっていうのがあったんです。ちゃんと見て選べるっていう。そうですね。僕もだからその大人になってリバー剣した時に本当にすごいいろんなもう剣道士見て、あと調べて、ここいろんな防具屋さん見に行って、僕はでもそれでも見れる範囲って決まってて、首都圏って言われるところで見て選んでっていうのがやっぱ精一杯だったんで、それでもやっぱ一軒一軒行ってね、何もわからないままここの防具が何がいいんだろうとか、でじゃあ次のお店行ってここは何がいいんだろうとかっていうことがすごいあったから、本当僕が剣道を大人になって再開する時にもうちょっと早くこうやってショールーム立ち上げてくれてれば僕はすごい楽だったんですけどだってそれだけ、しかも全国のが見れるわけじゃないですか。そうです。いや、始めた当時に会ってくれたらよかったなってそう言っていただけると思いますよね。で剣道は、一応小学生までやられてたんですね。小学生、はい。再開されたきっかけってどういうところ？なんか番組でやる機会があって久しぶりにやったら面白いなと思って。なるほど。前よりも防具も安く、もっと高くしか買えないイメージがあったんで、今このぐらいで剣道って始めれるんだっていうので、ちょうど趣味も探してたのかな。それでやったらすごく楽しかったので始めました。なるほどなるほど。やっぱり面白いなっていう感じ。面白いですね。子供の頃ってやっぱ試合しか興味なかったんですけど、大人になるとなんか商談する楽しみとか、防具を集めるというか、次はちょっとこういう防具欲しいなとか、防具に対しての熱も、昔はもう本当に親に買ってもらった防具をありがたく使うしかなかったんですけど、今だとなんかじゃあ胸こんな風にしたいなとか、この糸の色これにしてとか、いろいろ自分の好きなように。しかも昔ってあんまできなかったですよね、そういうことって。確かにそこまで融通は聞かなかったと思うんですよ。もしかしたら聞いたのかもしれないですけど、すごい値段がかかったのかもしれないじゃないですか。確かにそうかもしれない。何十万円、下手したら100万円近いような手差しとかだったらできたかもしれないですけど、今ってそうじゃなくてもやっぱ結構お値打ちな値段で買えるもので、そういう自分なりの遊び方というか、なんだろうな、カスタマイズができるじゃないですか。それがすごい楽しくて、でじゃあちょっとこう天野の天っていうのっぽい風に飾りをしてもらおうとか、じゃあ次は白い防具作ってみようとか、なんかそういう楽しみもあるんですよね。だから楽しいですね。だから今日も本当こうたくさん見させてもらって、次の構想はあったんですけど、それがよりこう鮮明になりましたね。天野さん、ネットで防具買ったこととかってありますか？ないです。ネットでだって防具買うっていう
あれがなかったので、発想が、はい。やっぱりちょっと怖いっていう感覚はあるんじゃないのかな。届いたものが自分のイメージと違うとか、なんだろう、やっぱそこが昭和なのかな。まだいえいえちょっと抵抗があるというか。なるほど。で決してねすごい安いものでもないじゃないですか。でこれから自分が大事に使っていくものだから、やっぱ一度は触れておきたいし、自分の目で見て触って選びたいっていうのはあるので、ネットだけっていうのがやっぱちょっと正直防具はね。やっぱ天野さんおっしゃっていただいたように、自分たちも、最初通販だけで実店舗とかなくやってたんですけど、どうしてもやっぱり10万以上する防具とかをネットで買うのは不安だっていう声を本当にたくさんいただきまして、で、確かにそういうお声も本当に理解できたので、そこで渋谷でショールームっていう場を出させていただいたら大変ありがたいことに好評いただきまして、東北の方々にもですね、こういう体験をですね、提供できればなと思います。いやすごいですよね。やっぱりその予約制っていうところを取ってる理由としては、一人一人というか、一組一組のお客様に、ちゃんと防具の説明させていただきたい。それマジで嬉しいですよね。たまに市内組んでてずっと待ってる時あるじゃないですか。わかりますね。自分たちはどちらかというとお客様とやっぱ接客する時間ちゃんと持ちたいっていう考え方でやらせていただいてますので、そこは少し満足いただけるポイントなのかなという。いや、いいと思います。最近、武士道 TV 始めましたよね。武士道 TV と YouTube って違うんですか？はい、基本武士道 TV という、有料の動画サイト、月額490円のサイト運営をメインでやってまして、その動画コンテンツを全部じゃないんですけど、一部 YouTube にアップして、その武士道 TV っていうサービス、有料動画のサービスを知っていただくようなきっかけになればなと思ってやってるんですよ。それって動画ってどんな動画？はい、ですね、剣道の強豪校に取材に行かせていただいて、顧問の先生がどういう指導をされてるのかとか、どういう稽古されてるのかっていう、あとは警察ですとか実業団で活躍されてらっしゃるような有名な方、そうですね、有名選手の方、有名選手の方々に、インタビューですとか稽古取材させていただいて、剣道が上手くなる動画を配信してるんですね。そうですね、メインはそういう内容のコンテンツが多いです。ただやっぱ天野さんのように、その剣道でやっぱり人格を形成されたというか、で実社会に出られても活躍されている方っていうところにもフィーチャーしていきたいという思いがありまして、剣道ってやっぱ強くなるのが目的じゃなくて、最終的には人格形成されて、社会のあれですよね。剣道とはですよね。剣道とはの話ですよね。とはの話ですね。そういう方々の取材っていうのも合わせてしてます。その2本立てというか。でプライムに入ると、僕らそのネット通販がメインの事業でありますので、それこそかかとサポーター1個買うだけでも送料無料に。某プライムでですね。某プライムと似た感じってそうですよね。似てます。つば止めも？つば止めも。ゴムのですよ。ゴムの、ゴムのつば止めですよ。そうです。もう送ってくれるんですか？送ります。てか1回送料取ったらもう1000円ぐらいいっちゃうんで。そうですよね。全然もう1回注文したら全然元取れちゃうぐらいの。単純に言ったら490円だからさ、2ヶ月に1回注文する人はさ、入ったら絶対得ってことでしょ。絶対得だと思います。そうですね、お客様にとってはいいサービスなんじゃないかなと思ってやってるんですね。自分たちが開催してたその武士道稽古会とかに天野さん、ありがたいことに来てくださったりされてましたけど、ああいう普段の稽古の中でなんか剣道の魅力というか、どういうところがポイントなのかなってちょっと聞きたかったですね。もう本当に強くなりたい感じじゃないですか。大人なので強いだけでもダメじゃないですか。もうそうですね、単純に。なのででも綺麗なだけでもやっぱり試合には勝てないじゃないですか。
そうですね。そのバランスって超もう微妙なところで成り立ってるじゃないですか。それってやっぱり稽古する以外ないと思うんですよ。僕だから全日本とかを見に行くんですけど。あ、そうですよね。七段戦とか。そうです。七段戦ってすごい絶妙なバランスじゃないですか。はあ。さっきおっしゃってたような、はい、勝負と自分がこうなりたい剣道の人たちばっかが集まって戦ってるじゃないですか。そういう意味ですね。だからああは絶対できないけど、はい、単純に見ててすげえとかかっこいいとか思って、ああ俺もああやって打てるようになりたいなとか、そういうことを見てるのすごい楽しいので、七段戦は行きますね。あと京都大会とかも。あ、京都大会も行かれるんですか？見させていただいたりとか。でも実は僕全日本と京都大会って行く理由がそれ以外にもあって、はいはい、なんでかって言ったらこうやって結構全国の防具屋さんの防具見れるんですよ。あ、確かにそうですね。たくさん出店されてそうですよね。いらっしゃいますね。あれめっちゃ楽しいじゃないですか。楽しいです。それも目当てで行かれるんですか？それももちろん、はい、すごい。京都大会と全日本は出展されてる方が多いので、普段見れないこういう違う地域の防具屋さんの防具見れるので、俺試合見てる時とずっとぐるぐる外周回ってる時と時間ありますもん。いいと思います、ショールームは。だって全日本みたいだから。天野さん個人としての剣道における今後の目標みたいなものって、はい、今どこに置かれていらっしゃるのかなってちょっと。僕はもうずっとなんですけど、6段を取って、京都大会の朝稽古に参加させていただくことが、目標ですね。そうなんですね。はい、そこ以上は見えてないですね。もうそこが僕の中での自分が描ける最高値。八段の先生がずっと並ばれてる中で自分も書かれたらいいなっていう、かかりたいなっていうのが、そこがじゃあ今の天野さんの夢の舞台というか。そうですね。はい。だから天野さんのお話聞くと、まあ本当に剣道と、剣道具も含めて、はい、本当愛を持ってらっしゃるんだなっていうのを感じます。